様こんにちは、セリナです。今回は2025年1月17日全国発売、1月8日より表参道フラッグシップブティック公式オンラインブティック先行発売、イヴ・サンローランボーテ YSL ザ・インクスビニールクリーム YSL ザ・インクスブラークリームを貸し出しいただきましたので、全色レビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私が、パーソナルカラーを交えた新作デポックスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイクを提案していきます。今回の動画では1月にイヴ・サンローランボーテから発売される新作リップ全色のパーソナルカラーや質感、色持ちについてをご紹介した後に、イエローベース、ブルーベース、それぞれにおすすめのカラーをまとめてご紹介していきますので、どのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るさが得意、暗さが得意、鮮やかさが得意、くすみが得意など、自分の得意な特徴に当てはめてコスメ選びをしやすいように解説していきますので、少しでもカラー選びのお役に立てたら嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも2025年1月に発売される新作の春コスメもご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。YSL ザ・インクス、奥行きを感じる上質なツヤで視線を奪う YSL ザ・インクスビニールクリームと、ソフトマットでセンシュアルなムードをまとう YSL ザ・インクスブラークリーム。異なる2つの仕上がりながら YSL ザ・インクスシリーズ共通のテクノロジーにより、ワンストロークで美しいリッチなステインカラーを唇にオン。スキンケア発想のフォーミュラでクリーミーなテクスチャーが心地よくフィット。リッチな発色と潤いが続く魅惑的な唇を演出します。まずは YSL ザ・インクスビニールクリームからご紹介していきます。奥行きを感じるミラーシャイン。YSL 独自技術ハニカムネットワークにより、コーティング成分のエチルセルロースとツヤを生み出すシャインオイルやエモリエント成分が蜂の巣のような構造を形成。奥行きを感じる美しいミラーシャイン仕上がりを実現します。ナンバー44ヌードラバリエールはフレンチモードなミルキーピンク。ナンバー403フューシャディメンションはアクセントになるビビッドピンク。ナンバー416チリプロボケーションはリッチなブリックレッド。ナンバー440ブラッシュコネクションはイチジクのようなロージーピンク。ナンバー610ヌードチャンピオンはエッセンシャルな血色ブラウンヌード。ナンバー611モーブプロボケーションはアンニュイなペールモーブ。ナンバー614ブラウンイグニションはモードなエスプレッソクリーム。ナンバー620ピーチサブバージョンはヘルシーなピーチコーラル。ナンバー621レッドアドレーションは華やかなミモザレッド。ナンバー622プラムリベーションはルビーのように艶めくプラムピンク。まずは1色ずつのパーソナルカラーと実際の発色をご紹介していきます。ナンバー44ヌードラバリエール。パーソナルカラーに分けるとブルベ夏におすすめ。明るく淡い青みピンクカラー。青みがあり明るく淡いニュアンスカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けるとライトサマーに特におすすめ。それでは唇の上にのせてみて実際の質感やカラーを見ていきます。
はい、ビニールクリームタイプのナンバー44。唇の上にのせるとこんな感じでした。厚みやベタつき、オイルっぽさを感じさせない軽やかでみずみずしいリキッドテクスチャーが唇にスッと伸び広がってピタッと密着してくれます。カラー自体は明るくて淡いニュアンスですが、唇にピタッと密着するのでこんな感じで元の唇の色を覆ってしっかりと発色してくれます。光を反射するようなツヤで唇全体をコーティングしてくれて、グロスを塗った後のような立体感を楽しめます。ここまでしっかりツヤを感じられるのに、ベタつきを全く気にせずに使えるところがすごく優秀だなと思いました。唇への密着感も高いので、色持ちも良さそうです。塗ってから少し時間を置いてティッシュオフをしてみると、こんな感じでティッシュへ色移りする感じはしますが、唇の上ではしっかりカラーが残っているのと、ツヤも残っているところがすごく優秀ですよね。近くで見てもこんな感じで、しっかり全体にツヤが残っているのがわかりやすいと思います。ビニールクリームタイプは高発色でしっかりツヤを楽しみたい方におすすめなリップです。続いてナンバー403、フューシャディメンション。パーソナルカラーに分けると、ブルベ冬におすすめ。明るくクリアなビビッドピンク。青みがあり、明るく鮮やかなカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンター、クリアウィンターにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。手元で見た時のままのようなかなり鮮やかでビビッドなカラーがそのまま唇の上にも乗ってくれました。近くで見てもこんな感じでみずみずしく滑らかなテクスチャーなので、高発色なリップですがムラになることなく綺麗に均一に唇を覆ってくれます。ビビッドなピンクカラーでお顔をパッと明るく見せたい時におすすめです。続いてナンバー416、チリプロボケーション。パーソナルカラーに分けるとイエベ秋におすすめ。黄身を感じる鮮やかなレッドブラウンカラー。黄身があり、適度な深みと鮮やかさが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ストロングオータム、ウォームオータムに特におすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。高発色で適度な深みも感じられるイヴ・サンローランボーテらしいカラーですよね。近くで見てもこんな感じで血色をしっかり感じられるレッドブラウンカラーがとても綺麗です。大人っぽいレッドリップを楽しみたい時におすすめです。続いてナンバー440、ブラッシュコネクション。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏、イエベ秋におすすめ。黄身にも青みにも寄りすぎない落ち着いたくすみピンク。イエローベース、ブルーベース問わず、落ち着いたトーンのくすみカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、ミューティッドオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。高発色で適度な深みとくすみも感じられるカラーですが、肌なじみがいいピンク系なので、肌から浮かないところがとても絶妙だなと思いました。近くで見るとこんな感じです。黄身にも青みにも寄りすぎていないカラーで洗練された雰囲気を楽しめます。ニュートラルな印象は残しつつ派手になりすぎない程度にリップを主役にしたい時にも活躍してくれそうです。続いてナンバー610、ヌードチャンピオン。パーソナルカラーに分けるとイエベ秋におすすめ。落ち着いたくすみブラウン。黄身があり、落ち着いたくすみカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドオータム、ウォームオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。ブラウンカラーなので適度な落ち着き感はありますが、そこまで暗く沈みすぎないところがとても絶妙だなと思いました。近くで見るとこんな感じで、黄身をしっかり感じるブラウンカラーですが、適度に血色感も残してくれています。ツヤもしっかり感じられるので、ブラウンリップ初挑戦の方にもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。
続いて611モーブプロボケーション。パーソナルカラーに分けるとブルベ夏におすすめ。明るいくすみニュアンスのモーブカラー。青みがありくすみ感があるカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けるとミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。手元で見た時よりもより青みとくすみをしっかり感じられる落ち着いたモーブカラーに発色しました。近くで見るとこんな感じで、塗ってから少し時間を置くと深みが増していくような感じがします。上品なモーブカラーで大人っぽい印象に仕上げてくれます。続いてナンバー614ブラウンイグニション。パーソナルカラーに分けるとイエベ秋におすすめ。ダークなくすみブラウンカラー。黄みがあり深みのあるカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けるとディープオータム、ビューティッドオータムにおすすめです。唇の上にのせるとこんな感じでした。手元で見るよりもさらに深みを感じるようなブラウンカラーに発色します。近くで見るとこんな感じで血色を抑えたブラウンカラーでかなりモードな印象に仕上がります。深みのあるリップをお探しの方にとてもおすすめです。続いてナンバー620ピーチサブバージョン。パーソナルカラーに分けるとイエベ春、イエベ秋におすすめ。黄みを感じる落ち着いたピンクベージュ。黄みがある明るいくすみカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けるとウォームスプリング、ビューティッドオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。手元で見た時よりも若干深みが増しているように感じました。近くで見るとこんな感じで、こちらのリップのみずみずしさがより際立つようなカラーだなと思います。黄み系の落ち着いたベージュカラーなので、どんなシーンにも使いやすそうです。続いてナンバー620レッドアドレーション。パーソナルカラーに分けるとイエベ春におすすめ。鮮やかな黄み系レッドカラー。黄みがあり明るくはっきりしたカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けるとビビッドスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。一塗りでもしっかり高発色な鮮やかなレッドカラーでした。近くで見てもこんな感じで、元の唇の透け感を全く感じさせないような発色感と光を反射するツヤがとても綺麗です。黄み系のレッドカラーをお探しの方や高発色なリップがお好きな方に特におすすめです。最後は622プラムリベレーションです。パーソナルカラーに分けるとブルベ夏におすすめ。程よい深みのあるくすみピンクカラー。青みがあるくすみカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けるとビューティッドサマーに特におすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。こちらのカラーも手元で見るよりも唇にのせた方がさらに深みが増して見えました。近くで見るとこんな感じで、こちらもしっかり発色するタイプで、ムラなく唇に均一にプラムカラーが乗ってくれます。大人っぽい深みと透明感を同時に叶えたい時におすすめなカラーです。ではここからは色持ちについて見ていきたいと思います。塗りたての状態だとこんな感じで、かなり高発色で唇全体を覆ってくれるようなムラのない均一感と光を反射するようなツヤ感が特徴的です。はい、あれから約2時間ほど軽く飲食をしながら過ごしてみました。このくらいの距離で見てもしっかりリップが残っているのがわかると思います。近くで見るとこんな感じで、かなり高発色なタイプなので、塗りたてよりは若干発色が抑えられている感じはしますが、それでもムラになることもなく綺麗に保ってくれているのと、ツヤも残っているところがすごいなと思いました。みずみずしいリキッドタイプなので、どうしてもカップや食器への色移りは気になりましたが、飲食をしてもティッシュオフをしても
色持ちはもちろん、ツヤまで残ってくれているところがすごいですよね。ツヤ系で色持ちがいいリップをお探しの方にとてもおすすめだなと思います。続いては YSL The Inks ブラークリームをご紹介していきます。シルキースムースなブラーマット。まるで上質なマットファブリックのように唇を優しく包み込み、ふんわりとしたソフトマットな仕上がりへ。唇にボリューム感をもたらす3種のソフトフォーカス成分とエモリエント成分を配合。シルキーで滑らかなテクスチャーで唇をまとい、マットリップ特有のパサつき感がない美しいブラーリーな仕上がりを実現します。ナンバー44ヌードラバリエールはフレンチモードなミルキーピンク。ナンバー201レッドインビテーションは弾けるブライトアップル。ナンバー202コーラルセンセーションはビビッドなハイビスカスオレンジ。ナンバー216ピンクドミネーションは心を奪うロージーなモダンピンク。ナンバー230ベージュエクスプレッションはソフトなコーラルベージュ。ナンバー231ローズウッドエモーションは柔らかなスウェードピンクベージュ。ナンバー232モーブキャプティベーションはクールなヴィンテージモーブ。ナンバー233ブラウンエレベーションはスタイリッシュなモーブブラウン。ナンバー234ベリーサティスファクションはアーバンなラズベリーピンク。ナンバー236ルビーアトラクションはエレガントなカシスレッド。それでは唇の上にのせてみて実際のカラーや発色を見ていきます。ナンバー44ヌードラバリエール。パーソナルカラーに分けるとブルベ夏におすすめ。明るく柔らかい寒色系ピンク。青みがあり明るく淡いカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けるとライトサマー、クールサマーにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。ふんわりと軽いクリームテクスチャーで乾燥が気になる状態の唇の上でもスルスルと伸び広がってくれます。塗ってから少し時間を置くとこんな感じでパサつきを感じさせないふんわりと柔らかなソフトマット質感に仕上がります。そしてこのリップは質感だけでなくこのアプリケーターもかなり優秀で、こんな感じの毛足が短いふんわりとしたチップなので唇の上に一気にリップが乗ってしまうということがなく、程よい量で調整しながら塗ることができます。こういったリキッドタイプのリップは特にマット系だと塗る量の調整が難しいこともありますが、こちらのリップはつきすぎも防止できて、リップを塗った後に指でポンポンとぼかした後のような量を最初から塗ることができます。リキッドタイプのマットリップ初挑戦という方にもすごく使いやすいんじゃないかなと思いました。透明感抜群の柔らかいピンクカラーで可愛らしい印象に見せたい時におすすめです。続いてナンバー201レッドインビテーション。パーソナルカラーに分けるとブルベ冬、イエベ春におすすめ。黄みにも青みにもより好きない鮮やかなレッド。イエローベース、ブルーベース問わず、はっきりしたカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンター、ビビッドスプリングにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。かなり発色がしっかりしている鮮やかなレッドカラーですが、ふんわり重さを感じさせないマット質感なので、そこまで肌から浮くことなく使いやすいです。
近くで見てもこんな感じで、色ムラもなく綺麗に均一に発色していますが、指でぼかした後のような絶妙なふんわり感があります。顔色をパッと華やかに見せてくれるレッド系カラーをお探しの方におすすめです。続いてナンバー202コーラルセンセーション。パーソナルカラーに分けるとイエベ春におすすめ。明るく鮮やかなオレンジカラー。黄みがあり、はっきりしたカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドスプリング、ブライトスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。こちらは手元で見るよりも意外と鮮やかさと黄身感が抑えられていて、発色はいいですが、程よいミルキーさを感じられるコーラルオレンジに発色します。近くで見るとこんな感じで、きちんと唇全体を覆ってくれていますが、発色が柔らかく、とても使いやすいです。鮮やかで明るいカラーですが、肌から浮かないところがすごく絶妙だなと思いました。続いてナンバー216ピンクドミネーション。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏におすすめ。明るいローズピンクカラー。青みがある明るいカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クールサマーにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。上品で芯を選ばずに使いやすいローズ系ピンクカラーに発色します。近くで見るとこんな感じで、唇の上にのせるとより青みをしっかり感じられて、透明感抜群に仕上がります。質感もカラーも穏やかなので、ベーシックなローズピンク系リップとして活躍してくれそうです。続いてナンバー230ベージュエクスプレッション。パーソナルカラーに分けると、イエベ春、イエベ秋におすすめ。明るく柔らかなくすみベージュカラー。黄みがある明るくソフトなカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトスプリング、ミューティッドオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。かなりヌーディーなベージュ系リップに発色します。近くで見るとこんな感じで、カラー自体はかなり淡いですが、発色はしっかりしているので、元の唇の色素を覆ってくれています。肌なじみのいいヌーディー系のリップをお探しの方におすすめです。続いてナンバー231ローズウッドエモーション。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏、イエベ秋におすすめ。黄みにも青みにも寄りすぎない落ち着いたソフトなベージュカラー。イエローベース、ブルーベース問わず、落ち着いたくすみカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、ミューティッドオータムにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。くすみが効いているので、ベージュカラーの中でもかなり落ち着き感があります。近くで見てもこんな感じで、しっかり発色していますが、派手になりすぎなくてとても使いやすいベージュカラーです。落ち着いたベージュリップを使いたいけれど、白浮きするのは苦手という方にもすごくおすすめです。続いてナンバー232モーブキャプティベーション。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏におすすめ。寒色系のくすみモーブカラー。青みがあり、落ち着いたくすみカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。手元で見るよりもさらに落ち着き感のあるモーブカラーに発色します。近くで見るとこんな感じで、透明感は残しつつ程よい深みが出ているところが絶妙です。透明感とくすみ感を両立したような絶妙なカラーをお探しの方におすすめです。続いてナンバー233ブラウンエレベーション。パーソナルカラーに分けると、ブルベ冬におすすめ。深みのあるダークなブラウンカラー。青みがあるダークカラーが得意な方におすすめです。
16タイプのパーソナルカラーに分けると、ディープウィンター、クールウィンターにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。唇の上でもかなりしっかり深みを楽しめるダークカラーですが、ふんわりとしたマット質感がカラーの強さを程よく和らげてくれていて、すごく使いやすいです。近くで見るとこんな感じで、唇全体にしっかりダークカラーが乗っていますが、程よいぼかし効果で主張しすぎない仕上がりになっています。ダークなリップを試したいけれど、顔から浮く感じが気になるという方にもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。続いてナンバー234、ベリーサティスファクション。パーソナルカラーに向けると、ブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。明るくクリアな青みピンクカラー。青みがあり、明るく澄んだカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クリアウィンター、ブライトサマーにおすすめです。唇の上にのせるとこんな感じでした。少量でも手元で見た時のままのような、かなりクリアで鮮やかな青みピンクに発色します。近くで見てもこんな感じで、しっかり青みピンクカラーを楽しめます。塗るだけで顔色をパッと明るく見せてくれるようなピンクリップをお探しの方におすすめです。続いてナンバー236、ルビーアトラクション。パーソナルカラーにおけると、ブルベ冬におすすめ。ビビッドな青みピンクカラー。青みがある鮮やかではっきりした色が得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンター、クールウィンターにおすすめ。唇の上にのせるとこんな感じでした。こちらも少量でもしっかり発色してくれるタイプで、蛍光カラーのようなかなりビビッドなピンクが乗ってくれました。近くで見てもこんな感じで、これだけしっかり発色していますが、ムラになることなく均一についてくれています。リップを主役にした華やかなメイクに仕上げたい時におすすめです。では、ここからはザ・インクスブラウクリームの色持ちを見ていきたいと思います。まずティッシュオフをするとこんな感じで、ティッシュへの色移りはありますが、唇は塗りたてと全く変わらないような高発色なままを保ってくれています。はい、2時間ほど飲食をして過ごした後はこんな感じでした。ツヤタイプのビニールクリームも色持ちが良かったですが、こちらのブラークリームはより色持ちが良くて、塗りたての時のようなままを保ってくれています。近くで見てもこんな感じで、2時間の間に飲食をしたりティッシュオフもしましたが、全然落ちていないですよね。これだけ高発色で色持ちもいいマットリップですが、塗っている間もそこまで乾燥する感じがしなかったので、すごく優秀だなと思いました。そして一度ティッシュオフをすると、カップや食器にも色移りしにくかったので、とにかく色持ちのいいリップを探しているという方にかなりおすすめです。カラーの可愛さや質感の絶妙さだけでもすごくいいなと思いましたが、ここまで色持ちがいいのはとても嬉しいですよね。はい、ではこんな感じで2025年の1月17日より全国発売、1月4日より先行発売をするイヴ・サンローラン・ポーテの新作リップ2種類を全色レビューしていきました。ツヤタイプもマットタイプもカラーや質感の絶妙さはもちろん、色持ちがかなりいいのが特徴的だなと思いました。とても素敵なアイテムだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。